猫の感情は私たち人間には理解しがたいほど複雑で、そのミステリアスな側面が私たちの好奇心を刺激します。彼らの行動一つ一つには意味があり、特に人間との関係においては様々な感情を表現する独自の方法を持っています。今日は猫がごめんなさいという方法についてお話しします。猫がごめんなさいという方法は言葉によるものではなく、猫なりの特別なサインを通じて伝えられます。では、彼らはどのようにして私たちに対して自分の気持ちを伝えようとするのでしょうか？この謎を解き明かし、猫と人との深い絆を理解する鍵を見つけましょう。一つ目は、ゴロゴロと鳴く、です。猫がリラックスしている時や、特に安心感を求めている時に発するゴロゴロという音。これは、ただの心地よさの表現だけではなく、猫にとって愛情や平和を伝える重要な手段なのです。まず、この音は猫がリラックスしている時だけでなく、痛みを感じている時や不安を感じている時にも発されることがあります。これは、自分自身を落ち着かせ、安心させるための行動とされています。しかし、いたずらをした後や何か間違いを犯した後にこの音を発する場合、その背後にはもっと複雑な感情が隠れている可能性があります。あなたの大切なものを誤って壊してしまった後、猫がゴロゴロと鳴きながらあなたに近づいてくることがあります。この行動はただのリラックスのサインではなく、彼らなりの謝罪の表現であると解釈できます。猫は言葉を話せませんが、この音を通じて、ごめんなさい、でもまだ友達でいてほしい、というメッセージを伝えようとしているのです。また、猫のゴロゴロ音は人間にとっても癒し効果があることが知られています。この音を聞くことで、私たちのストレスが軽減され、心地よい気分になれるのです。つまり、猫がこの音を出すことで、彼らは不和を解消し、和解を促すことができると思っているのかもしれません。いたずら後にこの音を発することで、彼らは自分たちなりの方法で謝罪を試み、あなたに近づこうとしているのです。二つ目は、ゆっくりと瞬きする、です。猫がゆっくりと瞬きする行動は、彼らがリラックスしている時や、信頼している相手に対して安心感を表す時に見られます。この仕草は、私はあなたを信頼している、私は今、安心している、というメッセージを伝えるものと考えられています。猫は自然界では獲物でもあり捕食者でもあるため、警戒心が非常に強い生き物です。そのため、彼らが目を閉じる行為は、その場にいる飼い主を完全に信頼している証とも言えるのです。つまり、このゆっくりとした瞬きは、猫があなたに対して、絶対の信頼と愛情を持っていることの証明なのです。猫が何かいたずらをしてしまった後や、誤ってあなたを傷つけてしまった後に、この行動を見せる場合、それは、彼らが感じている後悔や謝罪の気持ちを、猫なりの方法で表していることに他なりません。猫のゆっくりとした瞬きは、彼らの感情の微妙な表現であり、人間との深い絆を示す重要なサインです。この仕草を理解し、受け入れることで、猫との関係をより深めることができます。猫がこの行動を見せたら、同じように、ゆっくりと瞬きを返してみてください。これは彼らに、私もあなたを信頼しているよ、と伝える素晴らしい方法です。この繊細なコミュニケーションを通じて、猫と人との間の信頼関係を強化し、より豊かな関係を築いていきましょう。三つ目は、頭をこすりつける、です。猫が頭をこすりつける行動は、彼らがフェロモンを通じて、自分の領域をマーキングする一つの方法です。猫はフェロモンを使用して、自分の領域を識別し、安全で快適な環境を作り出します。猫が人間に対して頭をこすりつけるとき、それは、あなたは私の大切な家族の一員です、と言っているようなものです。この行動は、猫が人間との間に、深い信頼関係と愛情を築いている証であり、自分の感情を正直に表現する方法の一つです。猫が何か悪いことをした後に、この行動を見せる場合、それは彼らが関係の修復を求めている、または、ごめんなさい、と感じているサインと解釈できます。例えば、猫がうっかり花瓶を壊してしまった後、猫が近づいてきて、ゆっくりとあなたの足当てに頭をこすりつける行動を見せたとき、この行動は猫があなたに対して申し訳ないと思っているというメッセージを伝えると同時に、あなたのことを信頼していると再確認しているのです。このような行動を通じて
彼らは謝罪の気持ちを表現し、関係を強化しようとします。猫が頭をこすりつける行動は、彼らが安全で愛されていると感じるときに示される愛情と信頼の深いサインです。猫との関係をさらに深めるためには、これらの非言語的なコミュニケーションの意味を理解し、受け入れることが重要です。4つ目は、お腹を見せる、です。猫がお腹を見せる行動は、彼らの信頼と脆弱性の象徴です。この行為は、彼らが最も守るべき部分を露出させることで、絶対の信頼を示しています。猫がお腹を見せる行動は、彼らが安全で、快適な環境にいると感じている時にのみ見られます。野生の本能に従えば、猫は腹部を守るべき最も脆弱な部位として認識しています。したがって、この姿勢をとることは、猫があなたを脅威とみなしていない、または、罰よりも慰めを求めている強いサインとなります。猫が何か悪いことをした後、このようにお腹を見せる場合、それは自分の過ちを認め、あなたの許しを好行為と捉えることができるのです。猫が、ごめんなさい、許してほしい、というメッセージを送っており、同時に、あなたとの信頼関係を維持したいという願望を示しているのです。猫がお腹を見せる行動は、彼らが示す信頼と脆弱性の強い表現であり、間違いを認める彼らなりの謝罪のサインと解釈することができます。このような瞬間に遭遇したら、それはあなたと猫との間に深い絆が存在していることの証です。愛猫が心を開いて謝罪の姿勢を見せたとき、優しく対応することで、あなたたちの関係はさらに強まるでしょう。5つ目は、飼い主に近づく、です。猫が尻尾を上げてあなたに近づく行為は、彼らのコミュニケーションの中で非常に重要なサインです。この行動は、相互作用への招待であり、猫があなたとの関係を維持したいという願いを示しています。特に、猫が何か悪いことをした後に、この行動を見せる場合、それは猫があなたに対して、ごめんなさい、と言っている可能性が高いです。猫が尻尾を上げ、体をリラックスさせて飼い主に近づくとき、それは彼らが安全で快適だと感じ、信頼関係を築いている証です。尻尾を上げることは、彼らの幸福と自信の表れであり、他の猫や飼い主に対する友好的な挨拶の意思とも言えます。いたずらや間違いの後に、この行動をとるとき、猫はこれを通じて和解を求め、あなたとの関係を再構築しようとしているのです。特に、猫があなたの目を見てゆっくりと近づき、優しく鳴きながら頭をあなたの手にこすりつけるような行動をとるとき、これは明らかに、ごめんなさい、また仲良くしてほしい、というメッセージです。猫があなたに近づく行動は、彼らがコミュニケーションを通じて、和解を求めていることの明確なサインです。この微細なジェスチャーを理解し、適切に反応することで、あなたと猫との間の信頼関係はさらに深まります。猫の謝罪のサインを見逃さないようにし、愛情を持って対応することが、猫との幸せな共生には欠かせません。6つ目は、遊びを始める、です。遊びは猫にとって、単なる楽しみ以上の意味を持ちます。彼らの世界では、遊びはコミュニケーションの一形態であり、信頼と絆を築く重要な方法です。特に、何か悪いことをした後、猫があなたの周りで遊び始めるとき、それは彼らが、ごめんなさい、と言っているのかもしれません。猫が遊びを通じてコミュニケーションをとるのは、彼らが最もリラックスし、幸福を感じるときです。遊びは、狩猟本能を模倣した行動であり、若い猫が生きる術を学ぶための手段です。しかし、大人の猫にとっての遊びは、ストレス解消や運動不足の解消、そして最も重要なこととして、飼い主との絆を深める方法として機能します。いたずらをした後に遊びを始める行動は、猫があなたとの関係を正常化し、前向きな気持ちを取り戻したいと考えている証です。猫が遊びを始める行動は、彼らの謝罪の表現であり、あなたとの関係を大切にしている証です。このような時、猫と心を通わせ、積極的に遊びに応じることで、あなたは猫に安心感を与え、二人の絆を一層強固なものにすることができます。猫との生活は、彼らの愛情深い行動を理解し、受け入れることから始まります。今回紹介した、猫がごめんなさいという方法を通じて、猫の感情の複雑さと、彼らがどのようにして愛情を表現し、和解を求めるかを見てきました。猫との関係をさらに深めたい、
もっと彼らの行動を理解したいと思ったら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。あなたの愛情が示すユニークな謝罪のサインや猫との特別な絆についてコメントも残していただけると嬉しいです。このチャンネルでは猫とのより良い関係を築くためのヒントやアドバイスを定期的に発信しています。あなたとあなたの愛情の日常に少しでも役立つ情報をお届けできれば幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。次回も猫に関する有益な情報をお届けしますので、どうぞお楽しみに。